足で行くよ。みんな行くで。ここのハートのところに当てれば撃破できるはず。だからハート敵戦艦防虫。どこに戦艦おるんや。敵の機関防虫。皆さんこんにちは。こんにちは。ガンダムの珍兵器を作るゲーム、スプロケット。皆さん違いますよ。今回も前回に引き続き、ちょっと変わった兵器を作っていこうと思います。前、兵員輸送車みたいなの作ったけど何作るん？では参考資料を見ていきましょう。こちらです。待て、これ戦車やない。この兵器はアインラッドと呼ばれるもので、タイヤ型サブフライトシステムと紹介されているね。フライトシステム？見た目はタイヤだけど、空を飛ぶというか宇宙でも使用できるみたいね。あれかドローンみたいな。そうじゃなくて乗り物かな？こうやって中に入って移動に使ったり、いろいろできる兵器みたいね。そこに乗るんか。では前置きはこのくらいにして作っていきましょう。そうそう、言い忘れましたが、1年くらい前にリクエストをいただいていました。こんなん本人が覚えとらんで。最初に作っていくのは車体です。車体というかホイールみたいなところか。もちろんスプロケットでは動かすことができないので、履帯を使って移動します。それで作るのはドーナツ状の円柱やな。そう、一つのキューブを加工して形を作るんだけど、久しぶりに最も基本的で一番多く使う円柱の作り方を解説しようかな。これ作れんと何も作れんみたいなこと前言っとったな。円柱さえ作れれば何だって作れるくらい基本的な操作が集約されているね。みんなも画面見ながら作ってみてな。とりあえず、縦横高さを揃えたキューブを用意して、車体を1回選択してもう1つ追加。これを90度傾けます。今何しとるん？このターレットリングの丸い形状を下書きに使うんだよ。加工するキューブの高さが120センチなので、ターレットリングも120センチに設定。位置を合わせたら、加工するキューブの線を選択して、J キー、スプリットで分割。角の頂点と中央の頂点を選択して、M キーで結合。これで四角形やな。次に辺を選択して J キーで分割。作った辺を円の縁に合わせるだけです。簡単やな。これで八角形だね。同じことをもう一回やります。辺を選択して J キーで分割、縁に合わせます。これで16角柱やな。動画には映っていませんが、スムースアングルを強めれば円柱の完成です。あとは各自わかりやすい名前をつけて保存しておけば、いつでも形状を読み出せるね。巨大な円を作る場合、16角柱ではカクカクになってしまうので、今回は32角柱で作ることにします。やり方はさっきと同じやな。以上ですね。同じ方法を利用して縦方向の円柱も作っておくと便利ですよ。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、アインラッドを作っていくんだけど、問題が一つあるんだよね。何？推定で全長が16メートルくらいあるんだよね。でかすぎるやろ。これね、戦艦ヤマトの四方を支えたバーベットの直径よりも大きいからね。もう異常やん。これまで1分の1でこだわって作ってきたんだけど、さすがに無理。どうしようか悩んだんだけど、履帯を機動性が確保できる程度まで小さくして、この履帯が隠れる程度の幅まで縮小して作ろうと思います。何分の1になるん？目安として高さ5メートル、3分の1から4分の1くらいになるんじゃないかな？そのくらいがちょうどええかもしれんで。この状態でもちゃんと走れるか、機動性はあるか一応試験走行もします。見た目は変やけど普通に走れる。問題なかったね。変わった車両を作る場合は、走れるか定期的に確認しながら作った方がいいね。なんかぽよんぽよんしてお餅みたいや。何の形？はい、形を作っていきましょう。内部は空洞やから、シフトキーで面を選択してデリートするだけだね。裏側も一緒やな。内側の面がないので頂点を選択して F キー。するとこうなります。おお、形なったで。この縁を均等な長さにします。これ厚さとかどのくらいあるん？いつもは長さとか細かく調べてセンチ単位で合わせてるんだけど、今回は何もしていないね。そうなん。よくわかんないんだけど、見た目に近いサイズ感にすれば、ほぼ長さも合ってるんだよね。はい、こんな形になりました。おお、綺麗にできとるやん。形がおかしかったら修正できる箇所なのでこのまま進めていきます。次に作るのはタイヤの縁の部分、ちょっと出っ張っているところだね。画像ではここのところか。作り方は一つしかなくて、辺を分割。作られた頂点を外側に移動。反対側もポイッと移動させて、縁の面をポイッと選択。エクステンドで盛り上げればいいだけだね。
タイヤみたいになった。こういうのはちょこっと変化が入っていればいいだけなので控えめの高さにします。そしてタイヤ表面側もふっくらさせないとダメだね。スプリットで分割して頂点というか辺を作って上下左右に広げればいい感じになります。どうかな？ええんやない？ではタイヤの溝も作っていきます。これ何しとるん？溝を作る位置決めだね。下書きに合わせてへこますんか。ちょっと間違った気もするんだけど、さっき作った頂点を左側に移動。もう一つ縦に分割して、下書きの線の位置まで移動すればいいだけだね。中央の部分だけシフトキーで複数選択してエクステンド。もっこりしたところを縮めれば形ができます。これでタイヤ部分の形状は完成や。次は四方回りだね。ここで登場する円柱。さっき作ったものを読み込めばええだけやな。さらに90度向きを倒した円柱を入れて方針を搭載する軸にします。そこにキューブを追加してビームキャノンを作ります。形状は比較的簡単なので一つの構造から作れるね。下側もシュッと。側面デザインは装甲板を入れる形で表現しましょう。搭載する方針は見た目のサイズ感から 55mm 砲となりました。となると実物は3倍近く大きいから 160mm 以上になるんか。目安だけどそのくらいになるんじゃないかな。見た目の方身長は2メートルくらいだね。先っちょの装飾もポイッとつければ完成。照準を忘れとる。反対側は形状を読み込めばええだけやな。アインラットの頭頂部にあったのはミサイルポット。シュッと分割してキュッと縮めます。先は針みたいに出てる感じだね。高さを調整すればビームキャノンとミサイルポットは一応完成。おう、いつの間にかそれっぽい形になってきたで。皆さんも基本的な作り方と操作方法だけ知っていれば、このくらいは作れるようになりますよ。時間をかけて小さいものから作ってみてな。いきなり全体を作ろうとせず、ミサイルポットだけ作ってみるとか、パーツで練習してもいいね。それで、このミサイルポットも発射できるように調整してみました。まあミサイル言っても普通の戦車砲やけどな。搭載したのは 100mm、70センチ砲弾を打ち出す仕様です。では、残りの装飾をつけて仕上げていきますよ。これは足場か。画像ではここのところね。今わかったんだけど、アインラットの傾きに合わせて水平になるようになってるんだね。ほんまや。これ知ってたら構造作れたんだけど、残念。それで今作ってるのは最後の大きい装飾、タイヤの溝だね。こういうのは別パーツで作った方がええな。ちなみに公式設定のお話なんだけど、タイヤはゴム製じゃなくてかなり強い装甲として描かれているそうです。ちょっと見たんだけど、なんかヨーヨーみたいにアインラットをぶん回して敵を破壊してる様子もあるんだよね。なんて。それでピクシブ百科事典によると、動力が核融合炉で破壊されると人体の核爆発を発生させるって紹介されてるね。動き回る水爆やん。私たちは安全に運用できるのか、戦闘シーンが楽しみですね。これ無理な感じするで。はい、後ろでは溝を次々に乗せています。こんな感じになりました。溝つけるとかなりそれっぽくなってきたで。それで仮搭載していた方針なんだけど、今回は片側4つ、合計8つ搭載して交互に発射するよう設定しました。それでテストするとこんな感じだね。いつもより連射は遅いな。55mm だからね。あと、ミサイルポットに人員を割り当てないとダメだから、方針がたくさん乗せれない。動きもこんな感じか。不自然にならない範囲で動くようにしました。正しく動くことを確認したら、1本に束ねれば完成。この四方周りにもバグがあって、正しく設定しても動かない場合は、ゲームのトップ画面に戻ってみてくださいね。ミサイルポットにもダミーの四方を乗せれば完成。撃てるのは4つだけにしてあるで。あとは塗装。自分で作ったデカールを利用して色をつけていきます。ただ、この塗装機能は軽く終わってるレベルなのである程度妥協しましょう。タイヤのところは黒色だね。ホイールの色が参考資料とは違うのですが、別の資料では青白い色をしていたので、収まりが良い感じの色調にしました。ついに完成やで。やっぱり中心部分が味気ないということで、もうちょっと工夫します。これ何って聞くまでもないよね。ゆかり。みんな大好き、ゆかりちゃん巨大パネルでごまかしておきましょう。超マナにしてん。何ってせっかくならもうちょっと立体的にしたいなって思って。と言ってもそこまで難しくなくて、体に沿って盛り上げるだけだね。はい、美術が得意なズンちゃん製ゆかりちゃん立体パネルが完成しました。ほ
ま飛び出して見えるで。上手にできた気がする。ではアイラットに実装しましょう。とりあえず乗せてみたんだけど、想像以上に立体にしてよかった。左がいつも使っとる平面のデカールやな。皆さんも作ってみてくださいね。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量94トン。珍しく100トン切っとるやん。理由は足回りだね。重くなると機動性が劣悪になってしまうので、装甲を削って極力軽くしました。主砲は33口径 55mm 連装砲、砲弾は鉄鋼榴弾を搭載しました。この砲弾の威力につながる大きさは全長 120mm に設定しています。合わせて 100mm ミサイルポットというか、副砲を搭載。最高速度は時速 54km。制作時間はよくわかりませんが、主砲の設定などに手間取ってかなり時間がかかった感じですね。ちなみにゆかりのパネルはどのくらいかかったん？どのくらいかな？ 1 時間はかかってないね。今度はかねちゃんのも作ってあげるからね。いや、うちはええで。それで人と比較するとこのくらいだね。想像以上に高さあるな。こっちもみんな大好き。マウスと比較するとこうなります。車体が細いから被弾がしにくいかもしれんな。この変な形状で上弾した後が怖いね。想定外のところに突き刺さるからな。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手やるから、ゆかりちゃんは状況報告。あかねちゃんはドライバーやってね。了解や。では戦闘開始。よいしょ。あかねちゃん発進。みんな行くで。倒れるかと思ったけど絶妙にバランスとっとる。特に足回りに問題はないみたいね。味方もちゃんと移動できてる。こうやって見ると明らかに戦車やないな。敵さんが出てくるまでそのまま前進。なんや後ろから。ほんとこれはツインラットになりかけている。なんやそれ。このアインラッドを2つ横に並べたツインラットという兵器もあるんだよね。もう何に使うんや。中日の方向的戦車。あらあら、そんな弱い走行でいいのかな。ヒートラン、あれ正面走行を貫通、撃破。まあこういうこともあります。敵戦車炎上。ぶっちゃけ毎回やろ。次右の敵やるよ。味方が敵戦車2両撃破。奇跡的に味方が戦っとる。これね、主砲というかビームキャノンとミサイルポットは左右に2度しか動かないようにしてるからね。そのミサイルポットで攻撃。やったか？普通に動いとる。一番高い砲塔に当たってたね。これ普通に連射してた方が強いね。敵戦車炎上。ついでにこっちのほぼサクッと撃破。なんか撃破するのに時間かかっとるで。もしかしたら貫通力が下がる鉄鋼榴弾にしたのが原因かもしれないね。なんや？味方のミサイルが命中、撃破。コンピュータの方がうまいやん。今のパンダのガンダム。何？まあ私たちもその気になれば一撃です。この効果音。敵戦車撃破。あんまり勢いよく出しちゃって。それそうなるがな。効果音が無駄に賑やかやな。味方のビームキャノンで撃破。冷静にビームキャノン言うなおかしいやろ。あら、敵さんもう全滅しちゃったみたいね。今日の第2波ガチャは何かな？多分パンター。ほんと？確か正面走行に傾斜入っててめちゃ抜きにくい戦車やな。とりあえず攻撃してみるしかない。ほとんど当たっとらん。10時の方向側面を向けた敵戦車。これチャンスだよ。くらえ、側面に積んだろう。あれ？全然抜けます。これね、完全に貫通力不足。しかも足が遅くて接近も難しい。どうするん？気合で接近するしか方法はない。敵戦車に狙われています。大丈夫、公式設定ではめっちゃ硬いから。やられとるやん。しゃあないのでもう1試合していくよ。次は何の戦車や？ティーガー。重戦車や。ちょっと前の戦いでターレットリングに命中すれば撃破できることが分かってる。おお、撃破できた。この調子で行くよ。みんな行くで。ここの方向のところに当てれば撃破できるはず。だから効果音。敵戦艦防鎮。どこに戦艦おるんや。敵の機関防鎮。ノリノリですがゆかりもズンコもガンダムを1秒も見たことありません。笑った？だから何笑ってんねん。
でもあれだけシリーズがたくさんあって続いてるってすごいことだよね。登場する兵器もすごいからな。想像力の豊かさがわかる作品だと思いますよ。敵戦車撃破。それでいつも使い物にならないロケット系兵器。敵戦車撃破。まあ余裕ですね。この車両の欠点としては機動性を高めるため走行を省いたから撃破されやすい。敵の砲弾貫通。エンジン停止。味方戦車に切り替えて戦っていくよ。あと砲塔というか主砲は上下くらいにしか動かないから、さっきから味方もほとんど攻撃しとらんとめったに攻撃することはないね。はい、ということで何回かプレイしてみたのですが、これ無理やな。クリア不可能と判断。終わります。ゆるふわ軍事チャンネル。今回ガンダムから愛になったドイツ語で一輪車の意味を持つ兵器を作ってみました。作った感想はどうなん？形自体はそこまで複雑じゃなくて自由に作れるようになった中級者向けという感じかな。難しいのは円柱くらいか。円柱も横方向は軸系の装飾、縦方向も用意しておくと砲塔を作れるようになるので、スプロケットで戦車設計を自由に楽しみたい場合は円柱を作れるスキルを習得しておくととても便利ですよ。みんなも遊んでみてな。作ってほしい戦車やもちろんガンダムに登場する変わった兵器も教えてくださいね。コメント欄からお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かったと思った方はぜひチャンネル登録してくださいね。では次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。